俺は嫌だ。ということでケンズはいポット獲得おめでとう。おい9個目はいでようやくはいホールドしていただいて完了任務完了。はいほっとけ動画いいやつあ降りられたほんまあかんかったわこの企画マジでもうやめやがってキングスボタンリングスリーベットエグすんぎエグすんぎすんぎるまた彼ですねつるっぱげのおっちゃんあいつずーっと参加しとったからな。はい120のスリーベットに対してコールありがたいです。2枚稼がせていただきます現時点で。はいもちろんローボード嬉しいですね。クイーン97ねチェックに対してもちろんここはちょっと大きめに CB 打ちたいところですね。はい打っていきましょう。ダウン早いまあとはいえ、これだけで2万円ぐらい稼がせていただきましたのでそれだけめっちゃいいこと。でもなんかポーカーってマジハンド入るときポボンって入るよな。なんか入った瞬間ポンポンポンってこうハンドが入るなっていう印象がお前らにない？俺結構ポーカーってそういうイメージなんよな。なんか入らんときはずっと入らへんけど入りだしたらマジそこから20分ぐらいずっと無双するんで。でNちゃん現時点で結構買ってますね。500ドルぐらいもう買ってんじゃん。510 50BB ぐらいは増えてるなこの感じ。いや熱いですね。てかこうやってキングスが入ったじゃあ次のハンド何なの？もうこれ乗ってますよねってNちゃん確実に乗ってますよねって。カットオフインポジションから勝負ができる。ここでノリノリのノリですよねってノリノリベイノリノリノリほらはいオープニングコール入って2コールいただきました。ありがとうございます。 SB と BB との3名ですね全部。ほんますごいなポーカーってマジで乗ってるときこうなんよね。はいエース落ちました。マジでもうでしょ。チェックで回したところターン2と悪ないな2は SB からベッド60が飛んできました。基本エースですこれ。ちょっと抵抗一旦抵抗グラフもあるしね。点座降りれないですよさすがに。はい3もう降りれないね。降りれません。チェックありがとうチェック。このチェックに弱いエースはもちろんありますと。でここでバリューベッドを打っていくかなんですけど打っていくやっていく安いバリューベッド新バリューってやつですね。これは9に対してバリュー取りに行きたいなと。エースは降りないでしょうからね。9にコールしてくれんだ。はい新バリューも取れなかったですけどポットは獲得したと。調子これでもまだ250ドルのことですから250ドル稼いでますからね。すごない N ちゃん。あれれハンドがもう止まらん。キリキリ前って感じ。素晴らしいなマジで。ポーカーってこれがなやっぱあるから素晴らしいよな。でここから6分ハンド入りません？先に伝えておきます。6分間私参加しないんでじゃあここからまた6分後に飛んでいただいてそのハンドをプレイしてるところだけ見たいって方はそこまで行ってください。ここから6分はじゃあちょっと質問に答えていく時間にできればなと思うんですけど次よくあるのがちょっと相談なんですけどどうやったら結婚できますかってよく聞かれます。僕結婚してるんですけど、僕は要は経営者として生きてて不安定犯罪者として生きててただの僕
そういう人間が結婚してるっていう状態なんですけど、結論から言います。愛です。こう愛する精神を持つっていう、それしかないです。で結局のところは、僕も結構人格が180度変わったって、過去の友達からよく言われるんですよね。本当金酒女、もうこれだけを追求してきた人生から、今ほんまに社員のこととか社会のこととかを結構本気で考えるようになって、もともとはこうなんて言ったらいいんやろ、クールっていうんかな、なんかこうドライって言った方が正しいかな、なんかこう社会に対しても人に対してもドライ。ちょっと待って、俺何してる？全然見てへんかった。何 ?120 になってる。どうか何？見して。ごめん、見れへんかった。これ一発撮りなんでちょっと見れてないんですけど、見たかった。とか、過去はドライやったんで、こういうこともちょっと言わなかったんで、人間変わってるんですけど、結構高校デビューこうでならね、僕ハンデなんですけど、犯罪者デビュー、犯罪者になって変わったからハンデなんですけど、とかいうこと、ごめん噛んだ、初めてかも今日これ噛んだ。ペースで天禄おり、結構喋るのうまいでしょ、僕詐欺師みたいでしょ、だから犯罪者やん。別に愛があればそこに、結局のところはなんかやっぱ誰かのためとか社会のためとかこう利他の精神で生きていかない限りは結婚できないです、だからよくやっぱ男女関係で揉めるんが、俺これやったんやお前もこれやれよみたいな、これって喧嘩のある種こう7割8割ぐらいを占めてるんじゃないかなって僕は思ってて、俺これやってんからお前これやれよみたいな、そのなんかこうゴーンと方向精神いらないです。ゴーンと方向じゃないんで、もうゴーン一択、ゴーンだけ、それだけやってれば喧嘩することとかもないですし、やっぱ他人に対して愛情を持って接することができる、そういう人間じゃないとこの婚約指輪、この結婚指輪を手にすることはできないんじゃないでしょうか。僕は嫁大好きなんで、今マニラに来てもう3日目なんですけど、もうすでに嫁会いたいですね。もうこの動画嫁見てないんで言っとくんですけど、いや嫁には会いたいですね、かなり、僕大好きなんですよ。いやーでも大きいポットがたくさんあって、今の時点で N ちゃんデータによるともう 100BB 買ってますね。すんばらしいね、すんばらしい。100BB ちゃうわ。ちょっと待って、俺嘘ついた、ごめん、めっちゃ嘘ついたわ。俺何も買ってる？最後に結果発表するんでちょっとここ割愛します。ごめんなさい、何も買ってるかちょっと分かんないです。でも買ってます、普通に今現状は。いやーでもあとラスベガスWSOP で初めて行ってきまして、どうでしたかとよく聞かれます。結論から言うとラスベガス一択ポーカーするのであればベガス一択です。これ以外は考えなくてよろしい。僕ポーカーで行った国の数実は結構多くてハンドが入ったんでちょっと見て。845風腹立つはいでもっとハンド、僕結構ポーカーで行った国の数実は多くて、全部言うと長すぎるな。多分10カ国以上行ってるんですけど、で、ほとんどのその国にもちろんポーカーで行ってるのでカジノがあるわけなんですよね。一部ベトナムとか台湾とかちょっとカジノって呼ばれるようなところがない地域もあるんですけど、圧倒的ラスベガス、ほんまに右に出る国絶対ない、断言できる。もちろん物価高いし、ちょっと気温がね、外がもう砂漠地帯やからカラッカラでしんどいなーっていうのはあるんやけど、そんなん気にならん、もう気にならんぐらいおもろすぎる。で何がおもろいんって話やねんけど、大きく分けて2つ。1個目、人、マジ人、もうほんまに全員フランクに話しかけてきて、まるで友達かのような、みんながみんなニコニコしてるし、その人と触れ合ってパワーもらえるなっていうこの人の良さ。2つ目が活気。7ポケ入りました。これです。この
6分後のハンドがようやく参りました。 BB から7ポケ、ハイジャックのオープンにボタンがコール、 N ちゃんもコールします。はいここスクイーズの選択肢とかも結構あるんですけど、ここはちょっと企画もあるっていうことなんでセット差しに行きたいなと思っていたら993。ちなみにこれ僕がこの動画で一番の神プレイなんでぜひ見てください。はいコールですね。993に対してボタンのベッドに対してコールしてます。はいで次ですね、 N ちゃんチェックに120と言ってこられましたね。でここ悩ましいですね。9938、オーバーカードが2つ落ちてまして上ポケにも負けてるという状況。果たして N ちゃんはどうするのかといろいろ思考を張り巡らせた結果コールを選択いたしました。まだ2オーバーで打ってるところもありますしそこに対して期待値もあるなっていうことでコールさせていただいております。でリバー8、 N ちゃん7敗になりました。終わりすぎる。どうしたいね N ちゃん、ちょっと時間を使ってチェックいたしました。相手がですねこれに対して320のベッドを打ってきましたと。N ちゃん現状7敗なんでこのまんま、フォールドするしかない状況、コールしても絶対に負けてますと。へーでーもう一つの選択肢があるな。ミニマムレイズエロスンエロい N ちゃんすごい。ここでミニマムレイズなんてかっこいい。相手は悶絶してるよ。下ろせるのかな。これ下ろせたら見えてる。かわいそう。ブラウンしてたことがバレた。これ普通に事故やったんで見せたいと思って見せたわけじゃないんですけど、見たこれが折れないのわかる。ミニマムレイズにブラフあります。レンジ作れます。これが俺が天才たるゆえに。なんか肩にはまったポーカーすんなって。おい肩にはまったポーカーなんだってレミタン。こういうプレーも N ちゃんできちゃいますよと。一つ見どころが作れてよかったんじゃないでしょうかということですね。で何の話したっけ。結婚の愛の話は終わったな。で今のポット結構大きいポットやったね。320、120、60と打たれて500ドル近く取ってます今ので。素晴らしいなマジで熱いなこのキャッシュ。ハンドもそれなりに入ってもう下ろせるとこちゃんと下ろせてて、でなおかつバリューベッドもバリューもしっかりと取れてると。こういうセッションが結構ゲームやなって思いますね。1時間ちょっと垂れ流しなんで、8ポケのちょっと無駄なフロップセット積もったのに無駄な3ベットしてしまったみたいな、ちょっと取れ高を意識しすぎたプレーみたいなのをやってしまって大変恐縮ではございますが、ここまでうまくいってるんじゃないかな。5-6オフですね。俺このハンド結構好きよ。5-6、もちろんフォールドですね。でここから、N ちゃんのセッションどうなるのかというお話をさせていただければなと思うんですけれども、ここから10分何があるかはお楽しみに。言いません？そんな先に先生が全部教えてくれるかと思ったら大間違いで。カジノは学校じゃねえんだよ。カジノ学校じゃないんで、カジノ側から教えてもらえることとかないんで、僕のトークも聞いてください。ジャパンオフボタン全員降りたらオープンしたいかなってなったらオープンが入ったという、そういう状況でございますね。国かラスベガスが一番良かったよみたいな話してたな俺。それに戻りますと、ラスベガスが圧倒的に一番いい、人がいいって話で、2個目が活力。活力あふれてる、活気あふれてる、そのパワーもらえるっていうのが俺は結構好きで、普段日常を生きてて、例えばサラリーマンとして仕事をしてるとか、俺みたいに社長をやってるとか、
まあバイトしてるとか派遣社員もう何も関係なく普通に働いてて日常でなんか非日常的な刺激を得られることってあんま機会としてない、やっぱりこう毎日がルーティンワークになってしまってる人がもうこの世の中のほとんどだと思いますし、なんかこうそこから脱却できた時のこう活力をもらったこう自分のなんていうのかな活力をもらったこのエネルギッシュな感じが俺はその時の自分がめっちゃ好きやなって思う。ほんま人もいいし活気も溢れてて、まあ、もちろんポーカーっていう目線で言うと、まあ、礼儀が安かったりとか、まあ、プレイヤーのクオリティが低いレクリエーショナルプレイヤーって呼ばれる人が多い、まあ、僕もレクなんですけど、はいまあ、そういう人が多かったりとか、もうするんでポーカーをするっていう観点から見てもラスベガスっていうのはもうこれ以上ないぐらい聖地と呼んで聖地と呼んで申し分ないじゃないでしょうかということですね。だからほんまポーカープレイヤーなんやったら俺は今年初めての WSOP 参戦やったんやけどマジで WSOP だけは行ってほしい。おもろすぎる。ほんまに高揚感えぐい。やっぱこういつも動画で見てる有名なプレイヤーがおるみたいなそういうのもあんねんけどやっぱ熱量お祭り5ポケーはいと思います。5ポケですからはい、32オープンしていきます。これオープンやんな5ポケははいで5ポケでオープンしたところこれ3ベッド入りましたね。3ベッド入ってますね。BB から嫌やな BB から5ポケで3ベッド入んのどうしよう言ってこういう5ポケでどうしよう言ってでもまあちょっと30に対して200ってあまりにも大きすぎるアイソレートやったんで置いときました。はいまあずっと固くプレイされてる日本人の方ですかねだったんでちょっと30に対して200はさすがにでかすぎるだろうと、まあ、そういうことでですね5ポケをまあちょっと掘りとくということです。まあなんか俺が結構ポーカーで意識してることは難しいことはしないかな。まあ、さっきの例えばリバー俺が7ポケで99288って落ちてるボードで、まあ、7ポケでリバーで、まあ、ミニマムレイズしたもう別に難しいことじゃないはずであれはぶっちゃけ98以外は下ろせるんでもうやねんやったらやりどくよなっていうなんかそういう価値観でなんか結構そのいっぱいたくさん勉強してなんかこう難しい均衡みたいなのをその自分自身の知識として得得してそれをこうポーカーでアウトプットしようっていう人多いなっていう印象やねんけど俺それ苦手やな。なんかぶっちゃけそんななんか細かい計算とか、やった方がええのは分かんねんけどずっとそんなんやっとったら疲れるし現場キャッシュゲーム1日8時間とか10時間とか12時間とかやったら疲れるし俺も YouTube 見ながらピコピコやりたいそういう僕もそのエンジョイ性なんでなんかこうまあ時にはね鷹のような目をして鋭い眼差しで僕のことを刈り取ろうとしてくる人間も中にはいるんですけど、まあ、ポーカー楽しみながらやらないと意味ないなって思ってる派なんで僕はこうポーカーでねお金稼いで生きていきたいっていうわけじゃないんで、まあ、そこまで身入ってないっていうのもあるんだけどポーカーはおもろすぎるっていうおもろさっていう観点で言うとやっぱりこうちゃんと勉強もした方がいいと思うしまあ4号オフ降りる、まあ、ちゃんと勉強もした方がいいと思うし僕も、ね、してない言うても人並みにはやってますよそれが没頭してないだけねぶっちゃけ俺が言ってるこのポーカー勉強してるっていうのは毎日4時間以上やってるやつのことね、毎日机にかじりついて4時間以上座学をやってるやつのことを俺は勉強をやってるっていう価値観だからそももしかしたらその勉強してるの価値観が違うんかもしれない。もう俺、なんや毎日1時間ぐらいやってるんでそうポーカーに対して向き合ってる時間があるんで、だから人よりかはもしかしたら勉強してるんかもしれないんですけどそんな本気でやってないよっていう。だから当時大学受験の時1日10時間もう机の前でペンと机にかじりついてガーってやってるかっていうとそうじゃない、要は仕事をしながらポーカーも趣味程度でっていう話なんでね、そこの本気度がやっぱり専業の人とは違うんでそれは実力のギャップがあるよねっていう話、それを言いたいだけです。はいだから結構俺自身はまだまだ勉強が足りひんな実力が足りひんなって思ってるからこそ、簡単な戦略に落とし込んでこの相手やったらどうプレーするべきかなとか、その一般的な相手やったらどうプレーしてどうずれてるんかなみたいなことは考えるようにはしてます一応。はいじゃないとトナメでこんな勝てへんです。あれずっと負けてるか動画はずっと負けてるんよ
僕も自慢したいわけじゃなくて、ある程度こういう事実だよってことを伝えたいだけなんで、そのポーカーの勉強についてちょっと話をしてみました。キングジャックスート参りました。よろしくお願いいたします。キングジャックスート俺大好きなんよな。エースクイーン10って落ちそう。はい、降りられた。降りられた。プレイしたいよな。キングジャックスート、キングクイーンスートはマジでフロップみたいよな。どうなるか楽しみすぎんもんな。ここで動画の残り時間が3分となりました。どういうことかわかるかな。もう取れ高はないということです。こっから3分でどう取れ高出す。これがリアルなんで、ぶっちゃけこのキャッシュゲーム1時間でいくら増えるのかっていうこの企画に関しては、このポーカーのマジのリアルを伝えたいっていうのが目的だからこそ、なんていう1時間以上にしたりしてないし、この1時間だけって切り取ってもやってない。ほんまに 200BB で番員してから1時間もう回してるっていう感じなんで、もちろんこの後ベラージュアではあと8時間ぐらいかな、プレイして、負けました。最初の1時間調子よく勝ってたのに負けました。そんなもんやねんほんまに。あと2分でこのスタックが崩壊することはほとんどないから、結論から伝えておくと、この1時間で、最後に結果発表あるんでこれぐらい増えましたっていうのは分かるようになってますと。 S8 オフでオープン、降りていただきスクイズ。あと結果発表あるんで、いくら僕がこのセッションで1時間で勝てたかっていうのは出るんですけど、僕これ朝までやったんですよね。なくなりました。ポーカーってやっぱ中長期的に見て、その短期的に勝つっていうことよりも、やっぱ中長期的に見て勝てるかどうかっていうことの方が重要なんだよっていうことはぜひ分かっていただければなと思いますね。だからこの1時間はどう考えても調子がいいです。バリューもうまく決まって7ポケ嘘ついてましたかね僕。それだけ。こんな感じでハンドも塩味サクサク入ってる様子が伝わってると思いますし、あれしてるじゃない。なんやこれ、コールしてる。俺のメモにはないぞ。これ俺のメモにはないということはチェック。ちょっと待って、ちょっとおもろいかも。何？俺のメモにはない。俺のメモにないことが起こってる。何これ、ボードもわからん。ボードすらメモってない。降りるってことやんな。じゃあそれだから、俺コールしてる。俺なんでメモってない？何これ、覚えてない。覚えてない。はい、N ちゃんの1時間キャッシュゲーム企画ですね、終了いたしました。お疲れ様です。見ていただけましたでしょうか。かなりですねハンドが入ったとすごい1時間でしたね。確実に A ゲーム、めちゃくちゃもうテンズ入った思ったら9ボケ入って、9ボケ入った思ったらキングス入って、キングス入った思ったらまたキングスみたいな、すごかったですねこの1時間。ちょっとびっくりしました。結果は2000ドルからスタートして3000ドルと、約1000ドル勝たせていただいた1時間なので、時給16万円の男です。もうプロと言っても遜色ないんじゃないでしょうか。ということですね、1時間キャッシュゲーム企画、これ結構僕個人的にはこの1時間が気合入るっていう意味もあって好きなんで、これからも継続的にやっていければな、そういうふうに思っております。ではご視聴いただいた皆さん誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ということで、ちょっと最後の覚えてなくて大変恐縮なんですけれども、こちらでですね1時間の、私のキャッシュゲームの解説は終了となります。お疲れ様です。ここからですねエンディングに入りますんで、今日ちょっと長いこと話させていただいて、この動画多分2本に分かれてるんじゃないかなと思うんですけど、N ロマンチャンネルもっと応援したくなった、おもろそう、こいつ意外といいやつとか、いろいろありましたらですね、ぜひお気軽にチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。
はい。では、本日は皆様の貴重なお時間を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。次回の動画はですね、ハンド解説やってまいりました。巷でコアなファンがいる、ハンドの気持ち解説。これをやっていきたいと思います。私が、良いになった伝説のトーナメント。あのトーナメントの高揚感をお伝えできればなと思いますんで、次回のハンドの気持ち解説動画も楽しみにお待ちいただければなと存じますんで、よろしくお願い申し上げます。ということで、本日はありがとうございました。やーエドロマンチャンネル